Welcome to Radio Free Japan, coming to you from behind the Orange Curtain of Southern California. Your host, California Rose. 日本の皆様こんにちは。レディオフリージャパンのカリフォルニアローズです。レディオフリージャパンがやっていることがここに書いてあります。主に日本に住んでいる日本の方で、メインメディアに騙され続けていて、いる方に一日も早く、現状に気がついてほしくこの動画を始めております。先日、9月10日の午後6時頃ですが、アメリカにおいて2番目に大事な人が暗殺されました。彼はチャーリー・カークという活動家で、保守的、団体のトップとして、アメリカ中を、スピーチして、この今の状態を、人々に知らせるように、特に若い人たちに知らせるために大学を回って、知らしめ学生たちに分かってもらえるようにと地道な活動をずっと続けてきて、今ではすごく大きな、もう彼自体がソーシャルネットワークサービスになっているぐらいの大きなものになっており、それが、去年の11月のトランプ大統領を地滑り的、勝利に導いたことの、影響がすごくあったことの一つだと思います。その彼が偶然にも暗殺される4日前に日本で、スピーチしていて、その時にすごく盛り上がったんですが、ただほとんどのメディアはそのことは報じていなかったと思います。そして、ある一部の保守的な人々、参政党の人や、が主でしたが、他にもYouTuber で大変活躍している方も参加しており、チャーリーの話を聞くことができました。そこにいた人はもう偶然というか、すごく大事な話をこのタイミングで聞けたことは、一生の宝物になると思います。そして、4日後に、チャーリーが日本で、スピーチをしてすぐアメリカに戻り、ユタバレー大学でまた学生たちを集めてディベートをしている最中に暗殺されました。で、ちょうど昨日その犯人は捕まりましたが、22歳の男の学生で、そのバレエ、ユタバレエ大の学生ではなく違う大学の学生でした。彼は、トランスジェンダーだとかアンティファだとか、そういった主張をしている学生で、家に帰ってその暗殺した、彼を撃ったことを家で父親に話したところ、
牧師さんなのかな、お父さんは。そのお父さんに、自首するように促され、そして逮捕につながりました。しかし国の対応は十分ではなく、ただ捕まったから終わりみたいな雰囲気がとても悔しく、腹立たしく思っています。そして日本国内のメディアも、一つも暗殺という言葉を使っているところはありません。みんな射撃事件、銃撃事件、撃たれたなどという表現しかしておらず、彼は政治的暗殺にあったにもかかわらず、そういう表現をしているところは一切、見つけられませんでした、私は。で、チャーリーはたった31歳で、すごくこのアメリカがグローバリズムによって左傾化していたアメリカをもうギリギリのところで救ったことに多大な影響を与えていたわけです、彼の活動は。その証拠にトランプ大統領が地滑り的勝利をしたわけですから、それは疑いないと思っています。で、その大事な彼が、暗殺されてしまったということです。彼は2人のちっちゃい子供と美しい奥さんを残して行ってしまいまして、昨日やっとバンス副大統領によって家までアリゾナの家まで送り届けられました。安らかに眠っていただきたいと思いますが、彼の彼がずっと活動を続けてきたターニングポイント USA というのは終わりはありません。ずっと続いていくと思います。そして私たちもサポートをずっと続けていくつもりです。はい、今ちょっと喋ったことここに書きましたけれど、偶然にも、チャーリーが暗殺される前に東京で彼の話を聞けた人はものすごいラッキーであり、価値のあるものだったということを覚えて、もちろんそこに行っていた方々は保守的な現在の状況をかなり理解しておられる方々に違いないんですが、それでも中にはこんなことだったのかという声も聞こえ、もっと知らないことがあったみたいな声も聞こえてきていました。だからその偶然にもその日に、チャーリーの話が聞けたことは一生の宝物になると思いますし、まだアーカイブのチケットは、ウェブサイト上で買うことができるようですので、もしまだの方、興味がある方、ザ・コアという、サイトので及川さんという先生がちょっとチケットを買えるようにしてくださっているようですので、ぜひぜひそれをもう一度聞いていただけたらと思います。はい、今日は以上です。はい。チャーリーの報告でした。